インフレによる増税、略してインフレ税。そもそも税金は法律または法律の定める条件によることを必要としますが、この税金はどこにもその定めがありません。それもそのはず、この税金、インフレでお金の価値が下がることにより、国債の返済負担が軽くなる経済現象だからです。でも庶民にとっては、物価が上がって生活がどんどん苦しくなる、まさに重税です。今回はこのインフレによる増税について一通りご説明をします。講師はラグドールのラテ先生です。どれくらいのインフレ税が課されているか、まずその仕組みを見てみましょう。直近の消費者物価指数の動向はご覧の通りです。直近3年間では年率約 2.1% の上昇となっています。これにより約1000兆円と言われる日本の普通国債残高は実質的に目減りします。計算すると名目1000兆円は実質では979兆円になります。ここで名目の国債残高から実質の国債残高を差し引くと21兆円となります。国債の利息は過去の減税のしっぺ返しでもありますから、これを差し引くと13兆円。これが急激なインフレが始まった3年前からの平均的な年間インフレ税額となります。インフレ税の第一の問題は、実質13兆円にも上る増税がありながら、これが国会の議決を経ないことです。第2の問題は、物価の高騰が課税最低限水準を侵食することから、低所得者ほど負担が重くなる逆進性を有することです。こうしたインフレ下の低所得層を支援するためには、給付付き税額控除と逆進性の高い消費税減税が有効と言われています。もし給付付き税額控除を国民1人当たり5万円行うとしたら、直接的な減税額は約5兆円。また、消費税率を 10% から 5% を引き下げれば、直接的な減税額は約12兆円。今見た数値を直近の国家財政と比較してみましょう。実は先ほど試算したインフレ税額もいろいろな考え方があるのですが、当たらずとも遠からず、給付付き税額控除の減税額5兆円、消費税率 5% 引き下げによる減税額12兆円、いずれもインフレ税額の規模感から見ると驚くほどの巨額ではありませんよね。ということで、インフレによる増税に黙っていることはありません。もっと声を上げて実質的な減税を勝ち取りましょう。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。次回もお楽しみに。よろしければぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。